メッサーシュミット ME109。それはフォッケウルフ190、ユンカース JU87 などと共にルフトバッテの屋台骨を支えた航空機の一つである。ウィリー、メッサーシュミットとロベルト・ルッサーが設計したこの機体は、できるだけ小型の機体に強力な液冷エンジンを積み、なおかつ簡素な機体構造から来る優秀な生産性、優れたスピード、上昇性能、急降下性能を発揮し、一撃離脱先方にうってつけの機体になった。タインテル HE112 とのドイツ航空ショーの採用競争に競り勝った後、初期の機体はスペイン内戦に参加した。その後バトル、ホブ、ブリテンや東部戦線、アフリカ戦線、本土防空戦などと、数々の戦いに機体を進化させながら投入された。また、このメッサーシュミット ME109 を狩るパイロットは凄まじい撃墜記録を記録し、100機以上を撃墜したエクスペル10を多数輩出するという偉業も達成した。あまたある形式の中でも今回製作するのに選んだのは、メッサーシュミット ME109E3 型。対戦初期の主力機として活躍した機体だ。バトル、ホブ、ブリテンでは航続力の不足がたたり、イギリス本土での戦闘に制限がかかったが、ファイタースイープ、爆撃機の護衛などの任務をこなしていった。そして今回の作例として製作するこの機体。パイロットはアドルフ・ガーランド少佐。若干30歳でドイツ軍最年少の少将に昇進。そして1944年に中将に昇進した後翌年1945年1月 JV44 の司令官になった。ガーランドは、各戦線から優れたパイロットを呼び寄せ、そのフルツワ者たちを世界初の実用ジェット戦闘機メッサーシュミット ME262 に登場させた。歴戦のエースパイロットと最新鋭の戦闘機を組み合わせたこの強力な部隊を指揮し、連合軍航空部隊に戦いを挑んだ男である。今回はこれを作るんだね。まあ、前回あれを作ったから多分こうなるのかな、と思ったけど、まさか予想が当たるとは思わなかった。せっかく前回スピットファイヤーを作ったのにこれを作らない手はないよ。今回はパイロットにもスポットを当てているね。まあ有名な人だからね。さて、今回のキットの中身を確認しようか。箱をまず開けまして、部品とポリキャップ、デカールが入った大きな袋と、説明書。最後は注意事項の薄い紙。これで全部だね。次はビニール袋の中を見てみよう。あれ、このキットって。どうしたの？いや、ランナー1枚分しかないね。あとはクリア部品と、ポリキャップ、それとデカール。そうだね。まあもともと小さめの機体だからね。小さい機体？うん。仮組の時に確認できるよ。それでは中の部品などを詳しく見ていこうか。そうだね、見てみましょう。まずはメインパーツがあるランナー。モールドと造形はしっかりしているね。よく見ると、ランナー1枚に細かく部品がついているね。少ないように見えて部品点数はそこそこありそう。むしろ余剰パーツもあるくらいだね。余剰パーツ？うん。メッサーシュミット ME109 は各型合計3万機以上作られた戦闘機で、実は E 型でも同じではないんだ。同じ型でも違うの？うん。例えば今回作るのは E3 型だけど、E1、E4 や E7 などといったものがあって、ふむふむ。実は微妙に部品が違ったりするので、このように同じ金型でも違う型が再現できるように一緒に成形されることが多々あるよ。違う金型を生産するよりもコスト的にもそのようにした方がいいしね。なるほどなるほど。次はクリア部品かな。キャノピーだけど、前と後ろに分かれているね。ということは、風防を開けた状態も再現できるということかな。それはやってみないとわからないね。嬉しいことに照準器もついているね。うん、これで自作しなくても済みそうだね。次はポリキャップ。2つ入っているから1つは予備だね。小さい部品だから予備があるのは嬉しいね。最後はデカール。なんだか白黒なデカールだね。この中に3機分のデカールが入っているの？そうみたい。量は多くはなさそうだね。シートベルトのデカールは入っているけど、軽機版のデカールはないから塗装表現かな。操縦席のデカールは用意してあるよ。14番と15番だね。あらら、
早とちりしちゃったね。なんでここモザイク入っているの？模型業界上の事情など諸々の理由です。何それ？どういうこと？まあ、機会があれば説明するよ。箱の中身と部品をチェックしましたので、これから仮組みに入ろうと思います。こんばんは、佐藤ささらです。組み立て、回収作業を担当します。よろしくお願いします。さて、毎度おなじみの作業ですが始めましょう。今回の仮組みの説明ですが、飛行機模型では接着剤で固定するようになっていますので、仮留めのマスキングテープを使用します。それと破損の危険があるので、小さい部品は取り付けません。大まかな組み立てをします。機体はやっぱりちょっと小さいように思えます。キットのままではわからないことがありますので、一旦仮に組み上げてみようということです。そうすることで、実際の形を見ることができますし、立体的に見たり触ったりできますので、完成のイメージも思い浮かびます。もっとも、いつも言っていることなので聞き飽きた方もいらっしゃるかと思いますが、そろそろ組み上がりそうですね。仮組み作業が終わりました。なんだか小さい機体だね。組み立て前から小さいと思ったけど、組み上がったものを見ると改めて小さいと再確認だね。ちょっとした比較でね。これは、もしかして。前回作ったタミヤのスピットファイアだね。比べてみると、やっぱり少し小さいね。確かに一回り小さいようだけど、特に主翼が小さいね。それとね、キャノピーだけど、ウップ主がいたずらで長谷川のメッサーシュミットのキャノピーが付けられるかやってみたらしいんだけど、この通りです。意外と合っている。いえ、残念ながら若干長谷川製は小さいようだね。後ろ部分の角度も合っていないし。ただ、部品をなくしたとかでジャンクパーツを使いたいときは回収作業次第でなんとかなりそうかな。まあ、ちょっと大変だけどね。胴体をちょっと削ったり、後方の斜め部分を合わせたりとかね。なるほどね。ところで今回の回収ポイントってどこなの？ささらちゃん。どうしたの？今回はね、特に目立ったところはないね。おお、それはすごいね。このチャンネルで初じゃない。すごくいいキットだと思う。仮組み中に気になるようなところは特になかったよ。まあそれでも、手を加えるところがあるとしたら、主翼の機関銃だね。別のパーツになって着色後に取り付けるような感じになると思うけど。ふむふむ。ただ、機銃口が開いていないからドリルで開けるか。それとも真鍮製のタイプで自作しようか考え中。もっともこのサイズの対戦機で機銃口が開いていたら逆にすごすぎるけどね。あはは、確かに。この機銃の銃口付近が段のようになっているから、部品に穴開けた方がやりやすいかな。そうなんだ。それとこの機体、この時代の戦闘機としては珍しく、水平尾翼にこのような支えがついているんだけど、きちんとつけないと左右非対称が目立ちやすいから注意が必要だね。そこは気をつけないとね。まあ、こんな感じかな。オープニングでやったように、今回はこのキットのものから作例を選んだので、前回のように予定変更で混乱ということもないはず。多分だけどね。とにかくこのキットはすごいと思う。先ほども言ったけど、標準機の部品は透明パーツだったから、基部に色を塗るだけでいいから作業的にも助かります。キットの出来が良いと作りやすいですから皆様にもおすすめです。ささらがヘマしない限りは大丈夫だけどね。ウップ主。さて、今回も実験的に、説明書を用いての組み立ての解説を始めるよ。はい、お願いします。説明書では、主翼から組み立てるようになっているけど、いつも通り、機
体の中から取り掛かるからそのつもりで。ほいほい。機体の中というと、コックピットだね。そうそう。胴体の内側と、操縦席の塗装を先に塗ってデカール表現のシートベルトをつけたら乾くまで待ち、その後に操縦席などの組み立て作業に入ります。この時、ポリキャップに接着剤はつけないようにね。組み立ての際注意したいのは、このキットは胴体を左右組み合わせることは普通のキットと変わらないけど、機種の下のオイルフィルターは小さい部品を組み込むので部品の紛失や付け忘れのないように。A1 と A2 の部品は最終組み立ての時に取り付けても良さそうだね。A1、A2 は小さく細い部品なので、塗装時に動かしている間によれたりしそう。機体が組み上がったら、塗装に入ります。塗装が終われば、試脚の組み立てと、プロペラも塗装後に組んでおきます。ただし、プロペラの組み立ての時は基部の穴に合うように取り付けないとうまく取り付けできませんので、注意だね。いよいよ最終組み立てに入ります。尾輪や尾翼支えもこの段階で取り付けます。そして試脚や気筒管など小さな部品も。プロペラは接着剤はなしで、キャノピー、アンテナ、機銃を取り付けたら完成です。こんな流れで作業します。ウップ主、おかえり。今回は派手に吹っ飛んだね。この動画を作成するのに使っている AVIUTL のいいジングというものを試しで使ってみたんだ。動き方を変えることができるから見た目も面白くなると思ってね。あ、そうそう。今回も説明書の絵を動かしたんだね。それ、ものすごく時間かかるんじゃなかったの？かかるけど、今回も実験。実験もいいけど編集時間かかりすぎるんじゃない？まあ、今回は前回よりも少しは短縮できたと思うよ。それにしてもどうやっているの？機会があれば解説動画を作って説明しようかな。今回はここまでです。あまり手を加える箇所がないようなので、ちょっと早めに終わりそうだね。順調にいけばね。さっきウップ主も言っていたけど、制作時に何かトラブルでも起きたらどうなるか。そんなこと言わないで。それでなくても、ひどい目に遭っているのに。あはははは。今回は無事に組み上がるといいね。ウップ主、プレッシャーかけないでよ。はい。冗談。それでは、そろそろ。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。